こんにちは、T です。今日は取っ手の留め具を作ります。需要が少ないジャンルですが、雑貨作りや壊れたもののお直しのヒントになればと思います。木工小物作りをやっている方どうでしょうか。この紙箱、留め具がいまいちで市販品を探してはみたんですが、頭が大きすぎたりネジが長すぎたり合うものがなくって、もう作ればいいやっていうことで作ってみました。材料費もまあまあ安上がりで、手芸オタであれば一部を除いて持っている材料と道具があるかもしれません。材料の紹介です。ユニクロメッキのトラスコネジ M4、ナットとワッシャーがセットになったものです。今回は UV レジンを使います。100均の濃い色のレジンをご用意ください。UV ランプと半球が作れるモールドは100均で購入しました。このモールドは作成用の器に使います。それからマスキングテープと、画面にはついておりませんがセロテープです。それでは早速作っていきます。まず最初にナットの平らな面にマスキングテープを貼り、ハサミで余分なテープをカットします。ナットは一旦塞いで、ネジ山部分へのレジンの侵入を防ぎます。反対側はセロテープで留めます。先ほどと同じくハサミで余りを切り取ります。次にレジンの色の調節です。最初から濃い色を用意しておくとこの手間は省けます。レジンがですね濃い色じゃないとナットがスケスケの留め具が出来上がってしまいますので、濃ゆい色をご用意してください。今回はですね手持ちの材料で何とかしようというノリの DIY になっております。レジンを混ぜ合わせます。レジンを入れましたらムラが出ないように混ぜ合わせます。半球のモールドの縁からつまり上の方からですね、ナットの厚さ分を残す感じで少しだけレジンを入れます。加減がわからないときはですねちょっとだけ入れてみて一旦硬化させてみてください。あまりたくさん入れますとナットがモールドから浮いてしまいますので、量は加減しながら入れていきます。一旦硬化させます。
はい、固まりました。上からちょっとナットを乗せてみます。ナットの高さと縁の高さが水平に揃えば OK です。残りのレジンを流し込んでいきます。2度目のレジンを入れるときは隙間ができないように丁寧に入れていきます。レジンはですね、全部は入れずにナットが入る分ぐらいの隙間を残します。ナットを入れていきますが、セロテープ側を下に向けて入れていきます。ここでモールドのスレスレ、ナットと同じ高さまでレジンを入れます。10分間 UV で硬化させます。はい、固まりました。マスキングテープを外します。モールドから外してネジを回してみます。この時点でナットが斜めになっておりましたら、ラジオペンチで挟んでレジンからナットを取り出し作り直してください。ネジがナットにきれいに回せるか確認しましたら完成です。それでは取り付けていきます。ちょっとだけ緩かったですね。でもそんな時はワッシャーを使います。安定のネジ締めですね。形が半球なので見た目も落ち着いていい感じになりました。もう片方もつけていきます。ちょっとの工夫で安上がりに留め具ができました。最後までご視聴ありがとうございます。皆様良い手作りライフを。ではまた次回、T でした。